ソニーのテレビ気になるんだけど、モデルが多すぎて一体何が違うの？そんな疑問にお答えすべく今回も調べてきました。本動画では昨年モデルから変わったことを簡単にお伝えしつつ、モデル間の違いについてもまとめましたのでご紹介していこうと思います。まずソニーの2021年モデルですが、有機 EL テレビモデルが2つ、液晶テレビモデルが4つの計6ラインナップとなっています。 A がつくのが有機 EL モデル、 X がつくのが液晶モデルです。まずは2020年モデルからの違いを簡単にご紹介していきます。大きな違いは同時録画番組数、映像プロセッサー、HDMI2.1 対応の3つです。同時録画番組数は2020年度モデルまでは国内メーカーではソニーだけ1番組でしたが、2021年度モデルから2番組まで同時録画できるようになりました。これは口コミでも望む声が多かったので歓迎される変更と言えるでしょう。2番組の組み合わせは地デジ、BS 放送、CS 放送をはじめとして BS4K 放送、CS4K 放送まで含めてどんな組み合わせでも録画できます。次に映像プロセッサーです。映像の高画質化やノイズリダクションなどの信号処理の根幹を司るチップです。X90J 以上のモデルで新プロセッサー XR が新導入されています。従来プロセッサーの AI を超えて人がどのように世界を見ているのか、どのように音を聞いているのか、これら人の認知特性を理解し、人の脳のように処理を行う認知特性プロセッサーです。これは人が無意識に注視する顔や目などを強調し、明るく見やすくしたり、それ以外の周辺部は強い補正をかけず、全体的に絵にメリハリをつけることで没入感を上げるという処理です。ちなみにシャチパンは今回実物を見てきましたが、見ていた絵が悪かったのか正直なところそこまで効果を感じませんでした。暗めの顔の動画が流れればもう少し効果を感じた可能性はありますが、まだ発展途上なのかもしれません。どちらかというと没入していた北川景子さんに没入しました。もしそんなことない、効果はあったよって感じた方はぜひコメント欄にいただければなと思います。なお X85J 以下のモデルは2020年エントリーモデルと同様の HDR-X1 というチップを搭載しています。エントリーモデルのチップということで、上位機種に搭載されるチップと比較すると色合いや高精細さが劣るようです。最後に HDMI2.1 対応状況です。 HDMI2.1 の規格は細かいことを言うと 8K などの解像度もサポートしていますので、ここでは語弊のないよう規格の中で対応している機能ということでご紹介します。対応している機能としては 4K120fps、EARC、VRR、ALLM の4つです。液晶のエントリーモデルの X80J 以外は全て対応しています。ゲームをやられる方にとっては朗報だったのではないでしょうか。なお、各モデル4口ある HDMI 端子のうち2端子まで対応しています。4K120fps は1秒間に120枚の 4K データを表示可能とする機能です。テレビの映像は静止画の連続でパラパラ漫画と同じ原理ですが、従来は1秒間に60枚表示だったものが倍の120枚となったので、動きの速いゲームなどをする際、カクつきが抑えられ快適にゲームを楽しめます。 EARC はもともとソニーのテレビはついていたのですが、サウンドバーや AV ランプを接続する際に最新のオーディオフォーマットを送信するための機能です。テレビの音声で楽しむ場合は特に気にしなくて良いものとなります。 VRR は後のソフトウェアアップデートによる対応なのですが、可変リフレッシュレートという機能です。従来のテレビは GPU 側から出力される映像を等間隔で画面に表示します。しかし映像を出力する GPU 側は軽い処理の時は速く、
重い処理の時は遅くなったりします。例えば、テレビの映像表示がし終わる前に強引に GPU が映像を送ってしまった場合、このように古いフレームと新しいフレームが混合したような絵が表示されます。この現象をティアリングと言います。反対に遅いと映像遅延が発生し、カクついたりすることが設定によって起こっていました。これを防ぐために GPU 側の処理の状況に合わせてテレビに表示させる間隔を可変する機能です。するとこのように GPU 処理速度によらず滑らかにテレビに映像表示させることができます。ALLM はゲームプレイ時自動で低遅延モードに切り替えてくれる機能です。なお 4K120fps 信号入力時のソニーのスペックは X85J だけは公表されていませんでしたが、それ以外は最短で 8.5 ミリ秒ということでした。ちなみに海外のレビューサイトの最新の実測値は11から12ミリ秒でした。LG やサムスンの2021年モデルの実測値は5から6ミリ秒だったので、数ミリ秒ですが少し差があるのが現状です。これら以外にも2020年モデルは Android 9ベースの Android TV でしたが、2021年モデルから Android 10ベースの Google TV という名称となりました。OS がバージョンアップしただけですが、メニュー周りの UI も変更となっています。検索がスムーズになるなどの恩恵はありますが、特にできることは変わっていないので、あまり気にしなくて良いかと思います。過去機種もバージョンアップ対応するかについては、今のところ明言はありません。さて、これらが2020年モデルからの大きな変更点です。個人的にはソニーの鮮やかな絵作りが好みで、テレビで録画を多用したい方、4K120fps のゲームを楽しみたいって方におすすめできるモデルかなと思います。続いては、モデル間の違いについてご紹介していきます。まずはコントラストについてです。有機 EL モデルの A90J は XR OLED コントラストプロ、A80J はプロなしとなります。プロあり、なしの違いは、パネル表面の温度を検知する温度センサーと自社開発の放熱アルミシートを組み合わせることで発光性能を高めている点です。画質の観点で一般的に有機 EL テレビは液晶テレビと比較して黒の表現、視野角、残像、色などが優れていますが、平均輝度の高い明るい映像に対しては焼き付き防止機能が働き、輝度、色表現ともに液晶には及びません。それを放熱することで発光量を上げているというものです。海外の実測データからは映像の平均輝度にも大きく影響するのですが、最大800ニト程度で昨年のモデルから1、2割ほどの改善が見られているようです。このニトという単位は明るさの単位で、詳しい解説はこちらの動画を参考にしてください。また、国内モデルにこのモードはないかもしれませんが、テレビをビビッドモードという色鮮やかなモードとすることで、最大1300ニトまでの明るさをバースト出力することができるようです。ただし、数秒後には800ニトまで下がるようです。ちなみに、この放熱手法を初めに取り入れたパナソニックの有機 EL テレビの明るさは最大1000ニト程度出るようで、この名部の輝度表現についてはパナソニックにはまだ及ばないと海外サイトでレビューされていました。全然関係ない話ですが、シャチパンも嫁パンを初めて見たときはこうなんか体にビビッと液晶モデルの X95J は XR コントラストブースター10、X90J はブースター5。この両モデルはバックライトも直下型 LED で、かつ部分駆動です。X85J、X80J は特筆すべき特徴はありません。XR コントラストブースターは明部はより明るく、暗部はより暗くするために流す電流を制御し、明暗をよりくっきりさせる機能です。
ブースターの数字は効果と精度の高さをソニー独自算出した数値だそうです。数値が高いほどよりブーストされるということのようです。また X90J までは直下型 LED 部分駆動に対応しています。これはバックライトを液晶パネル直下に配置し、映像全体を小さなブロックに分けて明暗をコントロールすることでコントラストを高めるというものです。画質にこだわる方はこの機能は必要でしょう。なお、スペックだけを見ると X95J と X90J のコントラストはそこまで変わらないのかなとも思いましたが、すでに発売済みの X90J は海外の実測データからすると昨年の最上位モデルよりも2割程度暗かったようです。実際に昨年の最上位液晶モデルと X90J を比べるとなんか暗く感じるという声も一部で上がっていました。X95J と X90J の消費電力は同インチでこれだけ違いますので、この差がバックライトの消費電力の差だとすると X95J は X90J よりも2割程度明るくなるのかもしれません。そうなると画質的によりこだわる場合は X95J ということになるでしょう。ちなみにどのメーカーもそうですが、一般的にモデルグレードが下がると明るさは下がってきます。カタログスペックには載らない数値なので、画質にこだわる方は注意した方が良いです。次に残像低減機能です。X90J までの機種は XR モーションクラリティ、X85J はモーションフロー XR240、X80J は機能なしです。まずはモーションフロー XR240 をご説明します。テレビの映像は静止画の連続で、パラパラ漫画と同じ原理で動きが速い映像ほどこのコマ間の差が大きくなり、ブレやボケが発生します。これを改善すべく、まず前後のコマ情報から新しい1コマを推測して作り出します。ここから LED のバックライトを例えば上下2分割して間欠点灯することで疑似的に4倍速表示とし、速い動きの残像を低減します。黒画面を挿入しているので画面が少し暗めになるという欠点がありました。上位モデルの XR モーションクラリティはこの黒画面挿入を最小化しています。動きの多い部分を検出し、その部分に黒画面を挿入。さらに黒を挿入した箇所はバックライトの強弱で明るさを補正します。こうすることで画面が暗くなりづらく、より使いやすくなっています。続いてサウンドです。上位機種のテレビに搭載されたサウンドシステムはメーカー努力により品質が向上しつつありますが、よりクリアな音や重低音を求めるのであれば、サウンドバーや本格的なホームシアターの導入をした方が良いという見方が強いです。サウンドの感じ方は人それぞれですので、気になる方はぜひ量販店などで確認してみてください。有機 EL テレビはアコースティックサーフィスオーディオプラス、液晶テレビはアコースティックマルチオーディオ、X バランスドスピーカーとあります。アコースティックサーフィスオーディオプラスは画面そのものを振動させて高音質を創出するアクチュエーターと低音を担うサブウーファーをテレビの背面に搭載しています。A90J と A80J で配置だけではなくサブウーファーの数も異なります。被写体の位置に合わせて振動させることで音を生み出し、画面そのものから音が出ることで現実に近い映像体験を生み出します。最大出力は昨年のモデルは 30W だったのですが、今年は 60W となりました。ただこれは2019年モデルは 60W だったのに対し、2020年モデルが 30W と解約したので元に戻った形となります。アコースティックマルチオーディオは画面上部に高音と音の広がりを担うポジショニングトゥイーターと下部にフルレンジスピーカー、X95J は
さらに低音を担うサブウーファーが背面に搭載されています。X90J にサブウーファーがなく、あるとないとではそれなりに差がありそうです。一般的なテレビは画面下部にスピーカーが搭載されていますが、画面サイズが大きくなると映像の中心点が上がっていくため、映像と音の出る位置が離れてしまいます。その課題を解決するための配置となります。X バランスドスピーカーは底面に2個のスピーカーが搭載されたいわゆる一般的なテレビの構成です。特に特徴はありません。なお、X90J までのモデルは音源を3次元の立体音響とするバーチャルサラウンド機能にも対応しています。次に価格です。全モデルでラインナップのある65型のソニーストア価格を記しています。出たてのモデルは価格変動も大きく日々変わりますが、すでに発売済みの A90J、X90J、X80J の65型のモデルは価格 .com の平均価格を参考にすると、今このくらいの価格のようです。2、3ヶ月も経てばもっと下がるでしょう。さて、まだご紹介できていない項目はあるのですが、モデル間の特徴についてざっと比較しました。価格と相談ですが、画質にあまりこだわりがないけど録画はたくさんしたいって方は、エントリーモデルの X80J、 4K120fps さえ対応していればいいって方は X85J、 ある程度画質にもこだわりたいって方は X90J、 いやいや最高画質で楽しみたいって方は液晶最上位モデルの X95J や有機 EL モデルが候補となるのかなと思います。今回ご紹介した内容を踏まえ、量販店などで最終確認をしてみてください。ちなみにシャチパンは PS5 が欲しいと思っていたんですが、動画作成をしていたらあまりゲームできないことに最近になって気づきました。もし動画更新が滞った際は無事 PS5 を手にしたと思ってください。最後に全ラインナップの発売日をインチ情報も含めてまとめました。2021年5月現在、有機 EL の最上位モデルの A90J、 液晶の上位モデル X90J、 エントリーモデルの X80J の一部が発売されました。今後の大きな流れとしては、6月12日に有機 EL のもう一方のモデルと液晶の最上位モデルがようやく発売され、6月19日に 4K120fps に対応した液晶の下位モデルが一気に全ラインナップ発売。その後は各モデルのインチラインナップの拡充です。購入検討中のモデルがある方は参考にしてみてください。それと、本機をお持ちの方で使用感や良かったところ、実機を見て思ったことなどもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。さて、今回の動画はこれで終わりです。本動画が参考になったっていう方、もしくは動画内のシャチパンの存在はもはや空気だと認知しているよって方は、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。